ティングボードとね、お皿を作りたい。これはね、CAD っていうのフュージョン360ってやつを使うんだけど、久々に触るとダメっすよ。そこに同じくお皿だからよいしょ。カッティングボードとね、お皿を作りたい。これはね、CAD っていうのフュージョン360ってやつを使うんだけど、もう久々に触るとダメっすよ。四角を描くとここから原点で、例えばこの150の600っていう板を買ってきたので、これを半分がカッティングボードにしたい。で、半分がお皿にしたい。半分に線を引く。ここ真ん中。そうするとこっちがカッティングボードで、こっちはお皿。D。こっからここまでが、本当だよ。150いっちゃえば、お皿。で、どうするかというと、この2枚のお皿を左側に乗っけたい。正方形ってことね。お皿は一応イメージとして、一回やめようよ、こっちは消そう、別で作ろう、10度で入れちゃう。今度これを例えばだけど、ざっくり全部選択をして、残りポチってやるとマイナス10と、例えば取っ手をここにつける。じゃあただ丸にするのか、例えば三角にしようかなと思ったんだけど、線を引きたいから引いちゃうとするじゃない。なんか持つとこ欲しいよね。おお、丸じゃおかしいでしょ。丸は変だ。もう三角にしようかなと思ったでやって2点か。これででトリップしてトリム、それっぽくなるけど、やると、なんとなく指が入る。なんかさ、カッティングボード干しとくときもさ、そこにさ、なんか引っ掛けられるじゃないですか、とか。対角線にもこれを設置したい。対角線上にコピー。これだミラーですね。これを選択をすると、確かに中心線をこれにすると、こっちにできるじゃん。ほら。ミラーして、この子を選んで、中心線で、OK して、あるでシャンパンの、またシャンパンみたいなやつね。対角線にスケッチをしてる。いいじゃん。で、これを材料が多分150のこれで多分300なんだけど、ちっちゃくなる。なんで？例えば600のものを真ん中で3ミリのものでカットしたら300、300がならない。298.5 足す 298.5 になっちゃう。このまんまでは絶対やっぱり作れないから、一回り小さくしたい。そんなことも考えるね。そうですね。やっぱり刃の厚さを考えないといけないから、5ミリって結構でかいな。待って、2ミリ削るってことは左右で4ミリでしょ。2ミリでしょ。マイナス2ミリ。これが2ミリ結構だね。外見はちょっと申し訳ないけど、これは削り白でなくなると。指入んのかな？入りそうだよね。で、さらにマグネットをつけたいんだよね。5ミリのマグネットを入れたい。中心に円の2
5mm のマグネットを入れたいんでね。普通なんか入れるときは 5.2 割ぐらい、2割低いです。5.1 とか埋め込むからにしてやるんだけど、多分木だからきつくても入っちゃうから、5.1 かな。 0.1 ミリ大きくしたってことね。マグネット、結構細かいね。これをまた同じようにこうしてこうしてこうすると、いやー結構際がなんかいまいちだね。R をもうちょっと大きくすればよかったな。この R を今からもうちょっと大きくできないのかな。これはもうちょっとゆったりしてると思う。とりあえずマグネット置いてみる。これは失敗したね。この R がいけないんだよ。これをフィレットでこうしてこうして、これをさっき15を10とかでする。いいんじゃないの、これくらいの面白い。L でこれね線を引きます。この幅を、そうです、2ミリにするじゃない。トリムですよ。全部いらないですよ。こうなった後でコピーするので、またこれですよ。ミラーですよ。よいしょ。やっといて選択。どうだと。これ綺麗な長方形になったと。取っ手は、対角につけたいからミラー難しいな。選択ペロペロですぐ取り。よし。消すと。で、センターがわかんない場合は、センターでミラーするの。そうそうそう。で、D で、この幅が46のさらに半分だから、73にして、ミラーで、この2つを選ぶ。なんか私もできるかもこれ。これで、ペコッて。できそう。オートキャドと似てるもん。会社は一緒だもんね。オートデスク。懐かしい。今の方がやりやすいんだよね。そして73にしてミラーのよいしょ選んで選択でこうすると OK と。でいらないと消すと。でこれ消すじゃん。例えばこれをどうするのっていうと、まずこの穴をね、この板は 15mm あって、マグネットは厚さが 2mm だったんだよね。マグネットを 15mm から 2mm 落とし込めて面にしたいんだから、13mm なんだけど、多分接着剤を入れたりするのなんで、ちょっと膨らむのもおかしいから、12.5 よ。12.5 だと 2.5 入るから、0.5 隙間ができるからね。12.5 12.5 とかにするじゃん。で、残ったを15にするじゃん。そうこういうイメージだね。すごい。スケッチを消すと。一気に工業的な製品になりましたね。で、このこぼれたとこにマグネットを入れたいと。いいじゃないか。いいじゃん。で、これをどうするかっていうと、例えば修正で外観とか入れられるのね。で、ここでウッド、ソリッド、なんだっけ、木。メープル。本当？違う？ちょっと見てくる。さんまさんですよ。ないね。アカシアはね、結構珍しいんですよ。でも何に似てるかっていうと、オリーブに似てる。近いのはどれなの？なんかこんな渋くないよね。桜じゃない？まあまあこれは、仮だからね。仮だ。かっこいい。桜でいいよ。桜にする？マホガニーではないの。まあ、イメージだからね。まあいいじゃん。だからこれがマグネット裏面で使うんだったら、表面は、まあ普通にカッチングボード。これでいいもん。次、ここのマグネット4箇所分の
ところに、お皿2枚同じ形のを置きたいんだよね。どうするかというと、もう一回スケッチに戻ります。形的には板が長いやつを買ったから、これをまずコピーから線を引くじゃない？よいしょ。それじゃあお皿さんは146、146で合ってる？にしたいわけだよね。まず真ん中をここが146だと OK ね。だけどね、これを切削するときにこういう状態離さなきゃいけないわけですよ。エンドミルの径と考えなきゃいけないので、でも今回は 6mm のエンドミルを使いたいから、こう 6mm だとちょっと厳しい狭い 7mm にします。こっちはもう一回6個かけなきゃいけない。これだね。わかんないから7mmよるじゃん。で、材料が600なの。これが OK で、7mmであれば 6mm エンドミル通るじゃん。ここにエンドミルが入るスペースが欲しいんです。これを切り離したい。ここからこっちのものをそうやると生徒最後まで選択してないから入んないんじゃない？これでもさ、これ選択すればいいんじゃない？選択されてるよ。ここも行くじゃん。で、M でしょ？ムーブで全部がよいしょ。来てるね。これが7mmいいんじゃない？で、L でよいしょって言ってじゃん。例えばトリムするじゃん。このスペースが7じゃん。いいじゃん。で、材料の幅が600だから、ここ結構カツカツよ。あ、603だよ。なんでこれ 12mm じゃダメじゃん。全体をムーブで左に 5mm、マイナス5か。取り残しないで、この7mmであれば7mm、でここも D で 7mm、固定すると全体でここからここまでが198だから、ギリ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 の材料ですね。ボールが見えてきましたよ。で、こうしてで、を同じくよいしょ足していくと。ああ、そっか。お皿だからスケッチ。10だね。頑張って。で、R にして、取っ手のところを5にしたけど、これも10にする？マイナス10じゃん。で、テスト。で、あとフィレットすればいい、ね。フィレット。こっちは行く？ここ行くじゃん。10。こうで、10で、はい。できた。で、ここもちょっと R 欲しいじゃん。若干でいいじゃん。さらっと。と、フィレットで、ここが、エンドミルが 6mm 使うから、何にしとこうかな。どう？おかしくない？おかしくない。で、これと同じことを隣でやるのがめんどくさい場合。じゃあまずこのセンターに線を引かなきゃいけないな。で、中心線ができました。また得意のミラーで、中心線を8ってやるとまずこうなるじゃん。で、これを反転させたい。反転はね、選択してムーブでひっくり返せばいいんだよ。選択するじゃん。反転ってないの？
ムーブにするじゃん。で選んだじゃん。で反転で回せばいいんじゃないの。あ、そうだね。そうだ。回して浮いてる。でその距離だけここじゃない。違うな。ちょっと厚みが違う。これどうやって測ればいいの。ここの距離測ったんだ。もう一回ちょっと変換して、また選ばないと。これはこれ確か10じゃん。11だ。ってことはムーブで左に1ミリ。あ、いつの間にか届くか。そうだね。こことここも10じゃん。あら、ここともう10になった。あ、なってない。これを10の10で。あ、ここ10だね。来たじゃん。いいじゃん。お皿じゃん。これを 150×600 の材料で、実際は 146×598 っていう、結構パツパツな取り方だね。お皿の深さ。ここは R いらない。ドライで直角でいい。もうやる。でこうするじゃん。スケッチを終了します。お皿の掘った直角でいいの。それともやっぱ R がいい。いいんじゃない。R じゃなくて洗いにくい。と直角っていうかさ、角は丸くするけど、角ってそこのそれは難しいね。やっぱやりたいよね。やるよ。直角だとさ、ちょっと絵的に変でしょ。おかしいよね。まずちょっと簡単に直角でやると、多分この底が5ミリぐらいしか取れない。厚みが15だから、いいとこ5ミリ。で、側が15じゃん。15。灰皿だね。それは変だよ。工業製品、お皿ではない。こんなです。ちょっとだから、ここにあれが欲しいでしょ。フィレットが欲しい。ちょっと滑り台を作って。フィレットで、こことここに。直角に落ちてくるけど R を作るってこと。そうじゃないの。これをまあそれでもいいけど、ここでしょ。5ミリぐらい。ちょっとなだらかに落ちてくるっていうのはできないの。スロープね。できるけど、ちょっとまあいいや。じゃあ直角でフィレットってどうなるかみたい。どういうこと？今の直角に落ちてくるんだけど、いやむしろさ、ここまでいっちゃったらどう？これ木にしてみようか。修正で外観で、さっき何したんだっけ？桜。マホガニーじゃないでピッてやって閉じる。よいしょ。もういいじゃん。それっぽい。いいんじゃない？こんな感じで。これで掘れるの？いいじゃん。なんかやっぱ直角に落ちてくるよりもこれくらいなだらかなの。でこれがペタンペタンっていう合体する話ですよ。このなんか黒い線消してみたいけど。感じがわかんない。これは表示設定の表示スタイルをシューディングじゃん。何シューディング？おお。ちょっと桜じゃないのにしてみる。なんかさ、目がすごい不自然。これはまあ。そうか。何にしてもそうなのか。ちょっとマホガニーにしてみる。色はさておき。渋い。でも結局そうなのね。分かった。これをあれかけるとすごい音になるよ。デザインのレンダリングかければ相当それっぽくなると思うんだけど。いいじゃん。ここにさホットサンド乗っけてさ。まあそれっぽい。いいじゃん。楽しみ。この通りにできるの？機械に頼るしかないよね。あとさ、なんか掘ろうよ。テクニカホリック。ロゴ入れたい。それはね、多分別途後で、できてから裏とかに入れるかな。かっこいいじゃん。
いやこれね、あとできるのって話だね。もうやるしかないよ、お皿の部分は汚れないってことだよ。一応外気に触れないってこと。一応その予定、シャンパン飲む。シャンパン好きなんだね。いやこれちゃんとできたらかっこいいけど、これ多分ね一回半分に切んないと多分機械に入んないかも、600って結構大きいか。シャンパンに合う。だから2工程で作るかも。なんとかする。ってなわけで、これを、次は掘ってみましょうということになりますので、お楽しみにしていただけたらと思います。楽しみ。今日はね、カッティングボードのキャムっていうの、これを切削するんだけれども、